にちは。今回はロックは淑女のたしなみでして第9話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。やりきった、終わった、最高な演奏だった、体感短え。バンドアニメあるあるストーリースな。最終回までずっとこのノリだろうな。観客ってこんなに辛辣なんだ。俺はお金かけて入ってるから最後まで見るよ。やはりぼっちちゃんにはなれないのか。くそ、ツインテが邪魔でギターが見えない。種割れきた。覚醒きた。こういうのって持ち時間みたいなのないんか。ロックは反抗の音楽だから。ジャズになってる。金額きた。それを1曲目からやれよ。もともとベースが本職なのか。朗読といい何で謎演出に頼ってしまうのか。言うてシンプルに朗読だけ、演奏だけで違いなんてわからんし。でも朗読で視覚的演出に頼ったら朗読の説得力の敗北でしかないのよ。これにおける演奏についてもしかり。映像のあるアニメだからこそそこで補足するのはいいけど、その視覚演出に頼りきりじゃダメだな。おまるかい。踊ってらっしゃる。武器になりそうなおまるかい。文字通りの胸が踊るの使い方。本当に胸が踊ってる。胸が物理的に踊ってるよ。胸が踊れ。物理的に。勝ったな。このバンドはオマルパイバンドと言われるだろ。巨乳ばっかだし。ホルスタインに改名しようか。白と黒ってそういう意味だったのか。どんどん胸でかくなってない。演奏の中で成長しとるんや。客が消しとんだ。ボーカルなしって盛り上がるもんなのか。超絶ギタリストとかだと盛り上がる。スクエアプッシャーのライブとかすごいよ。世の中の出来事に反抗する歌詞歌わないとロックじゃないような。雷の直撃受けても平気そう。こういうの実際の演奏で説得力を出すの難しいよな。漫画なら読者の想像力に任せときゃいいんだが。フラワーロックくんが動いた。プロの演奏はこの上を行くから観客がみんな裸になってしまうのか。 T シャツが透ける細かい芸。俺じゃなきゃ見逃しちゃうね。もっと汗をかこう。濡れすけ。ドラムの衣装がエロすぎて耳に入ってこない。演奏中に解説とイメージと階層があるのが抜けだよね。原作漫画だとそれしか表現手段ないし。この音止まれとかもそんな感じだったな。ハロルド作石の新作のバンド漫画がザバンドってタイトルなんだよな。ただでさえ検索しづらいザバンドってバンドがさらに面倒なことになる。ザバンドってカナダのバンドやんな。そもそもベックも紛らわしかった。ベースはなくてもやっていけるからな。むしろギターこそなくてもいいんじゃないかとコナミ感。リリサが本気出せたから全員相乗効果で対バン買ったわ。ロックだったろ。すげえ演奏しながらメンバー同士で戦ってる。当人たちが満足ならそれで。ギターが切れたら良くなった意味がよくわかんなかったな。技術的なものじゃないってことか。いろいろ考えて小手先でやってる演奏より好き放題魂ぶち込んでやってる方が揺さぶってくれる。そういうことだ。あいつに勝ちてこいつに勝ちて観客の気を引くにはどうすれば。全部うるせえ。せするぞー。これは良かった。あの衣装であんなに激しくドラム叩いたら絶対ポロリするでしょう。この中でこの役割自覚してやれるのシロちゃんだけだよね。明らかに音が変わったのがわかるな。一人完全に冷圧が消えてるんですが。この曲もさっきの曲もそもそも原曲にキーボードがないのだ。デカパイ王子この中で楽しいしてるのちょっとおかしいな。そもそもまだバンド組んだばっかだからこれからなのにいきなり完成形を出すわけもなく。電池切れが動いた。例の仕業だ。じゃあ葉っぱにするね。ロックは電池に代わるエネルギーだったのか。なんか電気で出たし、それで電池が復活したんだろう。ティナさんがお胸っていうのほんと育ちの良さ出てて好き。おっぱいがでかすぎて鍵盤が見えない。思いついたやつ天才か。素人はおっぱいで鍵盤見えにくくてミスると。そんな失敗は素人には無理でしょう。やっぱライブシーンは上がるわ。
リリサ本領発揮の後半はめっちゃ良かった。結局勝ち負け考えてやるより楽しんでやるのが一番乗れるのだった。風を巻き起こす演出好き。こいつらは気持ちよくなりたい、こいつらをしつけたいで鉄頭鉄尾喧嘩するみたいに演奏するのがいいんだろうな。つまらないギターを本当につまらないギターとして表現するの、制作サイドからすると怖くないのかなと思ってしまった。気持ちよさを求めて吹っ切れたリリサのギターすごかったね。きっと引っ張るんだ。どっちにも転びそうではあるが、ぶつかり合いというか、縛る、縛らせない、己が気持ちよくなるためにみたいな感じ。4人の演奏の形が見えたの良すぎた。やっぱ自分が楽しまないといけませんわね。待ちに待ったライブ会。プレッシャーで胃が痛くなりそうな展開からの一点構成カタルシス。対バン相手との勝負を忘れ、お客さんのことも忘れ、メンバー同士でバチバチに交わり合って生まれるエネルギーが嵐のようにフロアを飲み込む。よかった。観客のため息なのいろいろプレッシャーなのでついに耳さぶち切れ、自分の好きなようにやらせろ、ただそれだけでいい。今回でようやく4人のバンドとして完成した感ある。開幕の本番フォルムで普段と違う見え方になってタイミングずれるアクシデントは全然思ってなかった。前回の話でヒントはあったのに笑い。これがカタルシスというやつで合ってますか？前半の苦しかった分が後半で全部すっきりした。食らいついてるとかいう感覚ではないんやろうけど、最後までやりきり楽しんでたティナさんを応援したいです。うるせえんだよ。対バンとかメンバーのサポートとか客の反応とかうまく飛行とか、そんなことはどうでもいい。ただ今の演奏を自分が気持ちよくなることを最優先に、それを邪魔するやつは音でねじ伏せる。音のドラムに挑発され、リリーのギターがはぜる。だんだんシロさん好きになってきてます。自分を貫く強さがあって、ぶれないところが好感持てる。矜持のある人って魅力的。あと、音波状の衣装ロックで、堂々としてて、素敵。音波状の好き以外にやる理由があるなら教えてください。また聞けて嬉しい。満を持してのリリサちゃんたちの初ライブ。素人を抱え、リリサちゃん自身も調子を崩して想像以上にスリリングなライブ描写で丸々1話使うのも納得の内容ですね。後半のステージ上でバンド内バトルを繰り広げるかのような展開も最高に熱かったのです。やっぱりこの作品は目で語りますね。みなよいなして嫌がるぜ。口調からの一気の盛り上がりは見ていて心地よく、客席盛り上がれで見てました。演奏後のメンバーの様子もお約束というか見どころですが、次回はどうなるのか。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。